皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。チャーキン。ということで今日は恒例の鶏胸肉とブロッコリーを使って鶏胸肉でもしっとり柔らか、ヘルシー簡単美味しい蒸しブロッコリーチキンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料は鶏胸肉小1枚 250g、ブロッコリー1/2房 100g、その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。では鶏胸肉は皮付きのまま使用します。皮が苦手な場合は皮を取って使ってください。鶏胸肉小1枚 250g の長い方向に包丁を入れ半分に切り、1センチ幅にそぎ切りします。身が大きい場合は半分程度の食べやすい大きさに切ってください。切り終えたら酒大さじ1、塩小さじ1/4を振りもみ込み10分ほど置いておきます。では今回ブロッコリーは房の部分だけ使っていくので、包丁を入れて房と茎を切り分け小房に分けます。で、小房に分ける際は茎に包丁を入れて裂くようにして分けると房がばらけずに綺麗に小房に分けられます。小房に分けて 100g 用意しておきます。はい。では、芯も美味しく食べられるので、外側の汚れている部分や硬いところを切り落として、千切りにして炒めたりしても美味しいんですけど、今日はみじん切りにしてご飯と一緒に炊いていきます。炊飯器で炊くことでかさ増しにもなりますし、しっかりと火が通って柔らかくなり美味しく食べられます。捨てがちなブロッコリーの芯なんですけど、無駄なく美味しく食べられるので、よかったらぜひ使ってみてください。みりん大さじ1、砂糖大さじ1/2を耐熱容器に入れ、600W の電子レンジで30秒加熱し、アルコールを飛ばし、砂糖を溶かし合わせたら、味噌大さじ1、酢大さじ1/2、すりごま大さじ1を合わせ、ごま味噌だれを作ります。もし先日の動画で新玉ねぎドレッシングのレシピ出したんですけど、ドレッシング作られた場合はそちらかけて食べていただいても美味しく食べられます。はい。では鶏肉を置いて10分経ったので、片栗粉大さじ2を振り、鶏肉に片栗粉をまぶします。片栗粉をまぶしたら、平らな場所にクッキングシートを広げ、鶏肉とブロッコリーの半量をバランスよく均一に乗せます。ではブロッコリーと鶏肉を乗せたら、水が入らないようキャンディー状に包みます。では残りのブロッコリーと鶏肉も同様にクッキングシートで包んでいきます。ではクッキングシートで包んだらフライパンに入れて、クッキングシートの中に水が入らないよう気をつけながら底が浸る程度水を流し入れます。では水を流し入れたら蓋をして沸騰するまで強火で加熱します。はい。では沸騰し始めたら蓋をして弱めの中火で8分蒸し焼きします。はい。では蒸し焼きし終えたら少し開けて中を見て、鶏肉に赤い部分があったりまだ火が通っていない場合は様子を見て加熱時間足してください。ではしっかり鶏肉の赤い部分もなくなって火が通ったので、やけどに気をつけてクッキングシートごとお皿に取り出します。はい。ではお皿に取り出したらクッキングシートの口を開いて、上に作っておいたごま味噌だれを回しかけます。OK。はい。ではこんな感じで蒸し不要クッキングシートで超簡単蒸しブロッコリーチキンの完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。
はい。では今回は鶏胸肉とブロッコリーを使ってヘルシー簡単美味しい蒸しブロッコリーチキンを作ってみました。それでは本日は新レモンサワーで乾杯。乾杯。美味しい。じゃあ早速いただきましょう。今回は恒例で大好きな鶏胸肉を使って、蒸し器を使わずフライパンで作れてヘルシー簡単美味しく作れる蒸しブロッコリーチキンを作ってみました。じゃあごま味噌だれしっかりかけてあるのでこのままいただきます。まず鶏胸肉からいただきます。じゃあいただきます。しっとり犬。めっちゃ柔らかい。じゃあブロッコリーもいただきます。鶏胸肉には調味料を揉み込み、片栗粉をまぶすことによって保湿力が上がり、ほんと鶏胸肉なんですけど、しっとり柔らかにパサつかず美味しく食べられます。クッキングシートで食材を包み、下に水を流し入れて加熱することで蒸し焼き状態になり、じっくり胸肉に火が通るので、硬くなりにくくとても美味しく仕上がります。で一緒にブロッコリーも入れて蒸し焼きすることで、ブロッコリーにも程よく火が通り、とても美味しく食べられます。クッキングシートで包むことで、今回こんな感じでお皿に盛り付けてはいるんですけど、お皿ももうほぼほぼ汚れていないので、洗い物も少なく簡単に作ることができます。で調理工程もクッキングシートで包んで、あとは火にかけたらほったらかしで作れますし、調理工程も少なく簡単に美味しく作れます。で上にかけたごま味噌だれにはお味噌やみりんで甘さやコクがありつつ、少しお酢を入れることによって酸味がさっぱりと美味しく食べられます。でほんとブロッコリーと鶏肉っていうかなり淡白でシンプルな食材なんですけど、このごま味噌だれがすごく美味しくて、結構ねごまでしっかりコクがあるので、シンプルな食材でもタレがしっかりとしているので食べ応えもあり美味しく食べられます。で鶏胸肉とブロッコリーでタンパク質をたっぷり摂りたい方にもおすすめですし、こうやって蒸し焼きにして油を全く使っていないのでヘルシーなものが食べたいなという方にもおすすめのレシピになってます。じゃあちょっとこのブロッコリーライスもいい感じに炊き上がったのでいただきます。で今回ブロッコリーは房の部分だけ使ったんですけど、茎も美味しく食べられるので、こうやって一緒にご飯と炊き込んでもかさ増しになりつつ、芯にしっかりと火が通って美味しく食べられます。じゃあちょっとこの間作った新玉ねぎドレッシングをかけていただきます。で今回のようにごま味噌だれをかけていただいてもいいですし、この間ちょっと新玉ねぎドレッシングのレシピを出したんですけど、これをかけて食べていただいてもすごく美味しく食べられます。であとはタレのカロリー気になったりとか、ノンオイルのドレッシングを愛用して使ってみえる方とか、何か好きな味付けがある方はお好みの調味料やドレッシングかけて食べても美味しく食べられます。ということで今日は鶏胸肉とブロッコリーでヘルシー簡単美味しい蒸しブロッコリーチキンを作ってみた動画でした。しっとり柔らかな鶏胸肉に程よく火が通ったブロッコリー、ごま味噌だれが相性抜群のとても美味しいレシピです。うまくクッキングシートを使うことで程よく火が通りつつ、洗い物も少なく美味しく作れるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイブロチキブロッコリーの芯が美味しい。